ずっと嘘ついてるじゃないですか。であれば、自分はそういうの嫌いなんだよって、行きたくないんだよ、行かないよってはっきり言っといた方が、正直な関係を続けられるじゃないですか。はい、こんにちは。こんにちは。はい、では今日のテーマは、ノーという勇気。いいえという勇気。嫌だという勇気。はい。どうですか？ノーという勇気ありますか？私意外とないんですよ。意外とでもないか。意外とないんだ。ないよ。あ、で、そう。なんでそう、ノーって言えなくなるんだろうなと思って考えてると、うちのチビはさ、イヤイヤ期ってすごいあるじゃないですか。で、イヤイヤ期って言いながらさ、そのうちイヤイヤが言えなくなるじゃない、人間って。もう面白いですね。子供時代から大人になるに従って、なぜ言えなくなるの？あんなにイヤイヤ言っててさ、嫌って言われるのって、大人もそうだけどすごいストレスなんだよね。だから相手の気持ちをおぼんばかって言えなくなるのかな。まあそうだね。ノーと言えますもんね。まあ、ノーという勇気は間違いなく持っているなと自信持って言えます。すごいよね。いや、まあ、それはすごい。そう、まあ、例えば飲み会とかね、もう結構本当にノーというし、まだ続いてても、もう10時に帰るとか9時に帰ると決めたらもう速攻帰るし、自分のノーという勇気はどこから来てるかっていうと、つまんない人間が一緒にいても、周りまでつまんなくなるんですよ。だから、まあ結局、そこで最初の時点でノーって言っていくことが、一番嘘をつかなくて済むなっていう考え方なんですよ。本当に行きたくないで行ったら今度、いる間ずっとこう作り笑いしてなきゃなんないじゃないですか。結局嘘を重ねなきゃいけないわけですよ。で、それをやったら今度次もまた誘いも、向こうもまた誘ってくるわけですよ。楽しそうに今回してたから、次も楽しいだろうな。また次も楽しそうにしてなきゃいけないわけなんですよ。ずっと嘘ついてるじゃないですか。であれば、自分はそういうの嫌いなんだよって、行きたくないんだよ、行かないよってはっきり言っといた方が、正直な関係を続けられるじゃないですか。そうなんだけど、0-10じゃないじゃない。いくらすごい楽しいって言ってさ、スカッシュ行きます、ダンス行きますって言うけど、行くけどさ、いつも10楽しいわけじゃないじゃない。そうだね。それはその通りですよ。だからその飲み会とかでも同じことであって。確かに、つまんないと思っていったものが楽しいってことも、時にはあります。でも、打率はなんとなく見えてくるでしょ？打率が低いわけですよ。飲み会とか行って、打率が、まあ確かに 0% ではないです。でも、1割台ですって言ったら、例えば 10個のくじの中で1個しか当たりが入ってないものを引かないじゃないですか。違いなく確率が低いっていうものは、まあノーっていう。まあね。仕事ではどうですか？仕事でノーって言えない人ってすっごいいっぱいいるじゃないですか。飲み会じゃなくて。仕事してる時に、これやってくださいみたいなのとか。まあそれは全然、もちろん基本的な考え方は、まあそれが会社にとってメリット、トータルで見た時にメリットつながるか。で、そうでなければ、それはノーっていう。むしろ、それはノーって言わなきゃダメじゃないの？そうなんだけど、でもそれが言えないこと多いじゃない。評価が下がってしまうかもしれないとか。それは評価がおかしいんじゃないですか。だってイエスと言ったかノーと言ったかで評価が決まってるわけじゃないでしょ。会社の目的に貢献したかどうかで評価が決まってるわけでしょ。それで何かを合理的に考えて、これは自分がやるべきことではないと思ってノーって言って、ちゃんとそれを説明して、それで評価が下がってるんであれば、それはその評価を下した人間の問題ですよね。まあ確かにそういうことはありますよ。この部署から見てこれがいいと思ってたことが他の部署から見たらダメだと思ってるみたいなことはありますけれども、それはそういう議論を起こしていかないと会社としても改善していかないので、自分が断ったら評価が下がるとか、なんかその考えの方がむしろすごい狭い視点だなと思いますけどね。それでもやっぱり自分のことになっちゃうんですけどね。それはまあもうちょっと視点を広く持ってくださいよ。抽象的に。抽象的なのかわかんないですけど、上から物を大きい視点で物を見てくださいよって感じですかね。まあでもノーは難しいですよ。多分ノーと言えない人は相手が傷つくことを気にしてるんじゃないかなと思って。で、自分は相手が傷つくことを気にしなすぎてたるんじゃないかなと思ったのね。で、やっぱり自分の考えは、自分はノーと言われても全然平気なんですよ。なんでかっていうと、自分はそれを自分のせいとは受け取らないので。
たまたまタイミングが合わなかったとか、たまたま相手の状況がそれに合致してなかったからっていうふうに受け取るから、別にノーと言われても全く平気なんですよ。でも多分、ノーと言われて傷つく人とか、相手が傷つくだろうなと思う人は常に、多分、ノーという言葉が、その人自身の否定っていう考え方を持ってるんだろうなと思うわけですよ。どうですか？そうだと思います。個人的に受け取ってるんだと思う。そうですね。だから個人的に受け取らないっていうのは、なんかどこで話しましたけど、なのでそこが問題なのかな。だからノーと言えない人は、個人的に必ずしも相手が受け取るとは限らないよっていうことを考えればいいと思うし、で自分みたいに、相手が何と思うと、平然とノーという人はむしろ相手が個人的に受け取っちゃう可能性ももうちょっとあるよ、みたいなことを考慮した上で、言い方を考えた方がいいんだなっていうのが最近すごい学びましたね。リジェクションプルーフ。拒絶されることにショックを受けて、100回拒絶されることを目指そうみたいな、ドーナツ。クリスピードーナツで有名な、ちょっとこれリンク貼っときますけど、クリスピードーナツで有名なあの人の本に、それが書いてあって、相手が傷つく可能性がひょっとしたらあるかもしれない。相手が個人的に受け取っちゃう可能性があるかもしれないんであれば、ノーという、プラス、実は今、こういう事情であってタイミングが合わないんだよ。明日だったらできるかもしれないけど。とかなんかそうやって、別に今の状況がダメなだけで、こういうふうに状況が変われば OK だよとか、それ実は自分すごい嫌いなんだよ。でも、俺の同僚の彼だったら、ひょっとしたらそれ行きたがるかもしれないとか、なんかそういう提案をしてあげれば、相手がその傷つかずにノーを受け入れることができるっていうので、もう確かにその通りだなと思って、最近ちょっとそういうふうに少しずつしていきたいなと思いました。すごい成長です。これはすごい成長です。だからその言い方をね、少しね。いや、だからやっぱり個人的に受け取ってる方の方が問題だと思いますよ。世の中ちょっとそこの方を変えていかないと。そうなんですよね。苦しいですよね。それは何かあったわけじゃなくて、ドーナツで気づいたっていう。そうですね。そのドーナツの本読んで、それ動画は有名なんですけど、ちょっと本もあったんで、この前本読んだら、確かにそういうことなんだろうなと思いましたね。はい。というわけで、ノーという勇気。では皆さんからのご意見、ご質問お待ちしております。チャンネル登録、いいねお願いします。バイバーイ。バイバイ。